おはようございます。阿部義俊です。今回は思い込みを、捨てることが上達の近道であるということについてちょっと話をしてみようと思います。また例によって台本も作らず思いつくままにですけど、多分今回マイクの音質が多少良くなったんじゃないかと思うんですけど、前回までホワイトノイズがさーっと乗ってしまっていて、このマイクをどうなんか調整してもそのノイズが消えなくて、ダヴィンチリゾルブっていうその動画編集ソフトの方でいろいろ処理を入れたりしたんですけど、やっぱり処理を入れるとノイズをカットするついでに自分の声も幾ばくか削れてしまったりして聞きづらくなったりしてなかなか難しかったんですけど、多分原因が分かりました。これそこのマイクなんですけど、こっち側にマイク端子がついて、今ここにマイクのトランスミッターがぶら下がってるんですけど、こっち側にヘッドホン端子がついていて、マイク端子とヘッドホン端子を間違えてトランスミッターをヘッドホン端子の方につないでました。その気がついてみると本当に間の抜けた話で、それまではだからこのトランスミッターにノイズキャンセリングがついてて、そのノイズキャンセリングが逆にノイズを乗せてるんじゃないかとか、カメラのその風切り音カットのその設定とか、この、マイク自体にもローカットって言って、その低音の、一部分をカットしてボーカル声を聞きやすくする、機能みたいなのがついていて、それをオンにしたりオフにしたり、要するにノイズをカットする機能がマイクにもトランスミッターにもカメラにもついていて、もっと言うとダヴィンチリゾルブっていうその編集ソフトの方にもついていて、それぞれをオンにしたりオフにしたりを繰り返して、どの組み合わせでもうまくいかないみたいになっていて、最終的には、コネクタをつけ間違えてるっていうその間抜けなオチだったわけです。でここに気がつくまでに、要するに僕は新しくこれに付け替えた途端に音質がおかしくなったんで、初めから失礼ながらこのシンコっていうトランスミッターをずっと疑っていたわけです。で他のそのことをあまり疑わずに、最初だからこれのノイズキャンセリングの機能をオンにしたりオフにしたり、このケーブルが間違ってるんじゃないかと思って、違う別なケーブルとこう入れ替えてみたりとか、散々いろいろやってみて、結果的にだから僕が間違ってました。指す場所を間違っていたということですね。でこれがだから今言いたかった思い込みを、捨てないと、本当にありえないようなミスに気がつかないって話で、絵を描いてる時とかにもよくあって、自分では他の人の絵のデッサンの狂いにはすげえ気がつきやすいのに、自分の絵のちょっとしたミスにはもうさっぱり気づけないみたいなことが僕もよくあるし、往々にして他の人も一般的によく言われてることなので、みんなよくあることだと思うんですよ。でそれは何かっていうと、だから結局のところ思い込みなんですよね。感情的なバイアス、自分の間違いには気づきたくないみたいな、感情的なバイアスもあるんだけど、そういうバイアスを生んでいる根っこにあるものは思い込みで、なんでこの思い込みが発生するのかっていうと、ここはもう間違いないだろうって思ってることに対しては、脳みそがなるべく演算コストを小さくするために、これは正しいことだからこれについてはもう考えないという形で省エネルギー化を、図るわけです。それが思い込みというか、もう当たり前になっちゃってるものみたいなことで、例えばだから今近所を散歩していて、もう毎日通ってる道なんだけど、建物がいつの間にか取り壊しになって新しい建物が建て始めてて、ここ 2,3 日通んないうちに取り壊しになってるわと思って、ここもともと何の建物が建ってたっけって思うと、それが全く思い出せない。ここ毎日のように通ってる道なのに、そこに建ってた建物が何だったのかちっとも思い出せないみたいな。要するに建物って突然動くはずがないものとして脳が認識してるから、これは毎日絶対ここにあるものとして、もう脳がそれについて考えるのをやめちゃっているわけですよ。自分の絵とか自分のやってることに対しても同じように、当たり前になっちゃってることとか、もう手癖な絵で言えばもう本当に自分の手癖になってるものとかに関しては、これはもう正しいことだから検証しなくていいっていう形で、どんどん自分の絵の中からチェックポイントを減らしていって、それによって素早く描けたり、疲れずにたくさん描けたり、迷いなく描けたりするようになるわけです。だけどそれをずっとだから大丈夫っていう状態をずっと続けていくと、ちょっとずつ繰り返していくうちにじわじわと何か歪んでいって、いつの間にか大きな狂いになってる。例えばだから前にも話したけど、僕で言えば猫背なんで、年とともにちょっと背中が曲がってきていて、机
を見る角度が下がってきているみたいなことが起きた時とか、あるいはちょっと左に体が傾くようになっていて、そうすると紙を見てる時のこのパースの利きが変わってくるじゃないですか。でそのことにじわーっとゆっくり変わっていくから変化に気づけないわけですよ。でその当たりの取り方、例えばだから人間の顔を描く時とかによく丸描いてバッテン描いて目の位置を決めたりするじゃないですか。そういうものの水平が特に大きく歪んでたんだけど、垂直も歪んでたけど、水平がいつもまっすぐ真横に線引いてると思うとちょっと右上がりになってるんですよね。これもよくあるあるだと思うんですけど、右利きの人にあるあるのことだと思うんですけど、そういうのも自分の中ではそういうのって割と細かくチェックする癖がついていると思ってたけど、そのチェックしてる自分の姿勢自体が歪んでることが分かんなくて、チェックしてるから大丈夫って思い込みながらずっとじわじわと狂ってきていたみたいなことがあって、左右反転するとわーってなったりするわけですよ。だからこのカメラとかもこのマイクのミスもそうで、本当にこれを導入した途端に音質がおかしくなったから、これがおかしいに違いない、他のものは毎日同じルーティンにしてるからパラメータが変わってないから大丈夫って思ってたんだけど、これも比較的最近買ったマイクで、だからなんだろうな、で置き場所を毎回ちょっと変えたりしてたんですよ。でそれをやってる間にこのコネクターが逆さまの方についたことに全然気がつかなくて、だからセッティングする時に今はこっち側を向いてセッティングするけど、置き場所によってはこっち側から見てセッティングしてる時があったりしたわけですよ。その時になんか向かって左って思い込んでて、だからこっちの向きから、このコネクタを挿す時に向かって左のこっちに挿しちゃったんだと思うんですよね。だからそんなようなことで、思い込みを取っ払わないと、いつの間にかわけのわかんないミスをしてるみたいなことがよくあるわけですよ。難しいのはこの思い込みって、要するに思い込んでいるってこと自体も自分では意識しなくなってるんで、何が思い込みなのかって何かすごく劇的に視点を変えてみないと気づけないようになってるわけですよ。要するにそこの思考するエネルギーを無駄に消費しないために、そこについてはもう考えるのをやめる、ここについては正しいからもう大丈夫って脳が判断して、そこのチェックを無意識にスキップするようにできちゃってるんで、そこで自分がそれをスキップしているってことすら気づけないようになってるわけです。いや、道を歩いていてどの建物が建ってるのかについて目印になる大きな建物以外を例えば見ないようになってるとかね、興味のないものについては見ないようになってるとか、そうじゃないと、例えば今僕の目の前とこことかもめちゃくちゃに散らかっているわけですけど、ここにどこに何があるみたいなことをいちいち脳がチェックし始めていたら、他のことにもう頭が回んなくなっちゃうわけですよ。だからこの辺とかは動かしてなければ適当に散らかっているみたいな感じで脳がもう考えるのをやめちゃってるわけですよ。だから僕はそのせいで片付かないんですよ。散らかってる状態に目が慣れて散らかってるってことに気がつかなくなってるってことだから、多分初めて初見で見た人はなんじゃこりゃみたいになってるわけですけど、これもだから、家からレンズを毎日1個2個ずつ持ってきて、そのレンズを今カメラにくっつけて遊んでいたわけですけど、気づいたら棚いっぱいになって、この下段にもう1個ぎっちりになっていて、もうわーみたいな状態なわけですよ。だけど1日1個ずつ増えてってるから気がつかないわけですよ。気がつかないっていうか、これ気がつかないとやばいですけど、起ききれなくなってレンズがガタンってひっくり返ったりして、はって気がつくみたいな、めちゃくちゃになってるみたいな状態なことです。絵についてもだからとか、あらゆる創作物についてもそうなんですよ。だからどこかで自分で強制的に気が付くシステムとか、自分の省エネ化した書き方みたいなものを無理やりひっぺがす、頭の中で当たり前っていうラベルをつけて思考するのをやめちゃってることについて、無理やりそのラベルをひっぺがして再検証みたいなことを定期的にやらないと、自分の絵って歪んでっちゃうんですよ。でそれは僕はそのことが気がついているにもかかわらず、それでもやっぱり無意識のレベルでもうこのことについては考えなくていいって脳が次々と省力化を図るわけですよ。でその脳のこの効率化を図ろうとするやつと、自分の中のそれをやるとまたいつの間にかおかしくなってるからっていう自分の意識との戦いが常にあるわけです。で自分の中ではやり方の一つとしては、だから自分は愚かであるっていうことを常に肝に銘じるということで、もうこんな間違いをしょっちゅうするわけですよ。ではこういうのとかでいちいち自戒して、自分はだからとんでもない見落としとか間違いとかポカとかをすぐするんだから、常に
チェックしとかないとっていうことを、いつも肝に銘じて、何か間違った時とかにそれでも僕はこれを真っ先に疑って、その後でやっぱり自分のミスがどっかにあるんじゃないかってことに気づいたわけですよ。でそれを気づくためにも全部のパラメータを一個ずつ変えながらテストテストって叫ぶ動画を録画して、それを順番に並べて再生してって、みたいな途中でこのノイズがここまでとここからでなんかあれ違ってるみたいな、だから途中でこの間違って指してたことに気づいて、今これ正しい位置こっちですけどずっとこっちに指してて、途中であれって気がついて、こっち側にこっちがマイクのマークついてんじゃんみたいなってこっちにつけてみたら今までと全然その音量が違うんですよ。それで今まではこのマイク反応してなかったんだって分かったわけですけど、なんかそんなようなことを常にやる。だから一個は自分が原因でミスが起きてるんじゃないかって疑う。外部要因よりはまず最初に自分を疑ってから外を疑う。これが良し悪しですけどね、すごい僕なんかそういう癖がついちゃってるせいでちょっと気弱な人間になってしまってるっていうか、なんか腹が立った時もでも俺が間違ってるかもなみたいなことをとっさに思っちゃうんで怒れないみたいなことがよくあったりして、それが結果的に平和的に物事を解決できる時もあるし、怒らなきゃいけない時に怒れないみたいなことになったりもするし、だからどっかで何かバランスを取んなきゃ、それはさらに自分の思い込みをなくそうが行き過ぎて、例えばあまりにも自己肯定感を下げるような自己批判をしすぎてるんじゃないかみたいなところでちょっと自信を持った方がいいんじゃないかみたいな、また逆のバランス取りが必要になったりはするんだろうけど、とりあえず今はその思い込みを消す方法の一つとしては、だから自分が原因で何かミスが起きている可能性はないだろうかみたいなことを真っ先に考えるってことと、あとでもそれは自分のその心の中の話じゃないですか。でもここはなかなか調整が難しいんで、あとはもう外側に気が付くためのきっかけを求めていく。絵を描くとか、あるいはだから写真を撮るとかであったら、機材とか道具を変えるっていうのが一番やりやすいというか、その気がつきやすいやり方で、だから自分で言うと定期的に使っているペンとか画材を変えるんですよ。であとはデジタルとアナログを行ったり来たりするとか、あるいはデジタルであったらその使ってるペンを今も 3,4 種類太さの違うペンを用意しておいて、ラフ切る時にそれをちょっと定期的に入れ替えて、筆圧の太いペンを使ってる時にはやっぱり大雑把な全体的なバランスの方に意識が行きがちで、そこで全体的なバランスを取るのにちょっと手が慣れてくると細かいところに、意識が向くようになって、細かいところを書きたくなってって、このでかいのだと太いペンだと書きづらいなって言って細いペンを使い始めて、そうすると太いペンを使ってた時の全体のバランスを見ようみたいな意識がある状態のまま細いペンで細かいディテールの書き込みができるんで調子がいいんですよね。調子がいいぞってなってるんだけど、そのうち細いペンで書くことに慣れ始めると細かいところばかりに目が行くようになって全体のバランスが崩れ始めるんですね。そうすると細かいとこばっかりに気が取られて全体のバランスが取れてない、アンバランスないようになってると思ったら太いペンに戻したりとか、そんなようなことを繰り返したり、あるいはだから濃いペンを使ったり薄いペンを使ったりみたいなことを行ったり来たりしながらやってます。鉛筆とかシャーペンとかも0.3 を使ったり 0.9 を使ったりみたいなところを行ったり来たりしたりしてます。それをやるとはって気づくことは多いです。カメラとかもきっと多分そうで、使うカメラ変えてみたり、あとはレンズを変えるのが一番大きくて、画角が変わると何かその撮り方とか劇的に変わるんで、その時に自分の癖になってる撮り方に気がつくみたいな。僕はだから最近すぐライカの話しちゃうけど、今ライカカバンの中で M11P を買ったんですけど、とレンジファインダーで今までのオートフォーカスと全然違うんで、そうするとどこにピントを合わせるかみたいなものの意識が変わっていったりとか、今まではだから散歩中に人通りがあるところとかで立ち止まったり、そこでしゃがみ込んだりして写真を撮るみたいなことがちょっと照れくさくて、そそくさとオートフォーカスで適当に撮って、逃げるようにそこを立ち去るみたいな、逆に怪しく見えちゃいそうだけど、そういう恥ずかしがりな写真の撮り方をしてたけど、レンジファインダーだともうそんなことをやってられないので、もうしばらくそこに立ち止まって、ピントはって、そのうち慣れてくると思うんだけど、そのピントを、ちゃんと揃えて、レンジファインダーの中で像がピタッと合うのを自分で確認してからシャッターを押さないとピント合わないんで、今はだからそうやってやると写真の撮り方が確かに変わって新鮮で面白かったりするわけですよ。
で絵を描くことに戻すと鏡とかデジタルであれば左右反転ツールを使って逆さまから左右反転してみるみたいなすごくみんなよくやるやり方でやっぱり左右反転すると気が付くんですよね。だけどこれもだから自分が最近そうなんだけどちょっと癖がつきすぎちゃってて左右反転して間違いを修正して戻すと逆向きに歪んでるんですよ。あわわわってなったりして、だから歪みを直しすぎるのもダメだしみたいになって、今それを繰り返してやっとある程度バランスっていうか自分のどこで左右対称にならないような歪みが発生してるのかみたいなのが、特に顔とか体の大雑把なバランスみたいなところでちょっと分かってきているので、ちょっと今修正しながら描いてるところですけど。あとは左右反転みんなやると思うんだけど、実は上下反転するのもすごく有効で、上下反転すると顔と髪の毛のボリュームのバランスの違和感に気がつきやすいです。人間の顔でいうと全身でいうと重心の狂い方とかあるいは足の長さみたいなものとかいつの間にかちょっと足を長めに描きすぎてたみたいなことに気がつきやすかったりしますけど、そうですね。だから、そう左右反転はみんなよくやるけど上下反転も時々やるといいですみたいなことで、一個はだから自分が間違ってるかもっていつも思うってことと、今言ったみたいに道具を変える、環境を変えるとか状況を変えるとか何か外の要因を変えていくみたいなのが気がつきやすいかな。あとは例えば絵に関して言うと描き順を変えるっていうのがすごくよくて、例えばだからまた人間の顔の話になっちゃうけど、輪郭を描いて左目を描いて右目を描いて鼻を描いて口を描いてそして眉毛を描いて髪の毛を描き始めるみたいな描き順ってその人の描きやすい描き方にも決まるじゃないですか。描き順が決まるってことは先に描いたものを基準にしてその次に描くものの位置関係を測るっていうことを無意識にやってるんですよ。だから描き順を変えるとバランスの取り方が今までの、慣れたバランスの取り方ができなくなってすっごいストレスだけど自分のバランスの狂いにね発見しやすくなります。僕で言うとやっぱり今言ったみたいに多分輪郭を描いて目を描いて目を描くその描き順でいうとこの段階が割と僕は早めなんですよ。その大雑把な輪郭、丸描いてバッテン描いて輪郭を描いてこの輪郭線をバーッと描いて耳の位置を決めたあたりでいや耳よりも目が先だ、やっぱりその後でもう真っ先に目を描き始めちゃうんだけど、目を描くとそこにやっぱり目って神経集中して描くじゃないですか。で狂ってた時に直すのがまたちょっと面倒だったり、そうすると他の動画とかでも言うけどやっぱ人間って自分の間違いを認めるのが嫌なんでいや間違ってないよって無意識の声が響いてその間違えてないっていうことにして進めたがっちゃったりするんですよね。だったりとか目を描いちゃうともうその目の印象が強すぎてもう目を基準に残りのバランスを決めていくしかなくなって、で目がうまく描けてるとそれ以外のところのバランスが狂ってても割と気づけなくなっちゃうんですよね。その目の印象とか目が伝えてくる感情みたいなものが真っ先に、伝わってきちゃうんで、その後で形の狂いって気づきづらくて、なので自分は最近はだから逆に目を最後に描く、もう髪の毛とか全身のバランスが決まってから最後に目を入れるみたいなことをすると大体僕は目が一回りちっちゃくなっちゃったりとか目がね思ったよりも下に行き過ぎたりとかして描き上げてみたらおかしいみたいになって何度も描き直したりするんですけど、やっぱりそれなんでそうなるかっていうとやっぱり目を基準に他のものの位置を決めるみたいなことをやってるからなんですよ。目を描いてからその目の位置に対して首の位置を考えたりするんだけど、目を描くのを後回しにして髪の毛とか頭全体を描いちゃって目だけ描かずに残しておくと頭全体のボリュームに対して首の位置はここだなみたいなこと、要するに今僕のこの顔で言うところの頭のボリュームに対してその首の位置ってこれ説明が難しいなまっすぐ真下にあるわけじゃないし、ちょっと例えば僕みたいにやや猫背な人間とかは少し前に傾いていたりするし、この体の位置とかを見てもこの首って横から見た時にこう斜めになったりするじゃないですか。と首のつき方みたいなものも、変わってくるんで、それが目を先に描いちゃうと目を基準に首の位置をとか首の太さとかを決めてしまって後になって例えば首が細すぎたりとか、逆に太すぎたりとかするんですよ。頭全体を描いてからそこに対して首の位置を決めるとか、首は
ざっくりと一本線でこの辺りに首が来るよっていう当たりだけ取っといて、体を描いちゃってから最後に首を決めるとかにすると、またね首のバランスとか変わってくるんですよ。だったりするんで、書き順を変えるっていうのも非常にいいです。すっごい書きづらくてストレスだと思うんだけど、ストレスがかかるってことはそれだけ考えずに決めてる要素がでかいってことなんですよ。だからその時にはそこでストレスを感じるんじゃなくて、伸びしろがいっぱいあるって感じた方がいいです。あるいは改善点がいっぱいあるって言い方でもいいかもしれないですけど、まあそんな感じでこのマイクつけ忘れ間違えたことに衝撃を受けて、なんかそのことについてちょっと絵に絡めて話そうと思ったんだけど、そんな感じでとりあえず自分を過信しすぎずに、あとは自分の意思では気づけないことがいっぱいあるんで、その時には使ってる道具とか機材とか、あるいはその書き順とか書き方とか、あるいはその鏡とかを使って左右反転する、絵をひっくり返す、遠くから見る、何でもいいですけど、とにかく慣れた視点じゃない位置から状況からものを見るっていう、習慣をつけると気がつきやすいです。そして気がついた時に直さなきゃいけないっていうストレスを、そうじゃない、これこそが今上達の瞬間なんだって自分に言い聞かせるってことです。それでストレスを消していかないと、直すものも直せなくなっちゃうというか、直さなきゃいけないっていうストレスに自分が負けて、いや大丈夫大丈夫このままでっていう自分の無意識の声に負けて同じことを繰り返しちゃうんでということでした。はい、何かの役に立てばいいんですけど。というわけでこの、阿部義俊画法っていう、チャンネルでは、こんな感じでその絵のノウハウとか画材をなんかいろいろ紹介したり使ってみたり、ちょっと絵を描いてみたりみたいなことをやっている、絵描きの自分のその絵に関する、チャンネルです。チャンネル登録いいねなどしていただけると非常に励みになります。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい。